皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆっけです。さあ皆さん、お待ちかねのソニーブラビア2022年モデルがやっと発表されたんですよね。今回発表になった2022年モデルはこちらの計8シリーズになります。前回の動画では有機 EL モデル A95 系、A80 系、A90 系の特徴機能やそれぞれの機能比較を紹介してきましたが、今回はその続編ということでミニ LED 搭載の注目機 X95 系の昨年度モデルからの変更点の紹介や X90 系や X85 系 X80 系などその他液晶シリーズの機能比較を行っていきたいと思います。テレビ選びに迷われている方や本モデルに少しでも興味のある方はぜひ最後までご覧ください。またQD-OLED を搭載した有機 EL テレビの注目機 A95 系についてはこちらの動画で紹介していますので、気になる方はそちらもチェックしてみてくださいね。さて今回は液晶モデルの紹介を主にこのような流れで進めていきます。1、昨年度モデルからの変更点。2、各モデルの機能比較。3、各モデルの発売時期と予想価格。4、まとめです。まずは今回発表のあった液晶テレビ、主に最上位モデルの X95 系が昨年度モデル X95J からどう進化したか、その点を詳しく解説していきましょう。昨年度モデルから進化した項目はご覧の4つがあります。1、バックライトにミニ LED を採用。2、小型カメラブラビアカムに対応。3、スピーカー増設によるオーディオ性能の向上。4、全サイズで X アンチリフレクションを採用。昨年のモデルから大きく進化した点の1つ目はバックライトにミニ LED を採用した点です。もちろんですがこの部分が最も大きく変わった点ですね。昨年度モデルの X95J ではバックライトに通常の LED を採用していましたが、本モデル X95 系では従来の LED の100分の1程度のサイズであるミニ LED をバックライトとして採用しています。バックライトをミニ LED にするメリットはご覧のようなメリットがあることはこれまでの動画でも紹介してきましたよね。端的に言うと従来の液晶テレビよりも輝度やコントラストが高くなる上に薄型、省電力にもなるというわけですが、詳しく知りたいよって方はこちらの動画で詳細に解説しているのでよければ参考にしてみてください。昨年のモデルの X95J にはなかった高画質化機能の中に XR バックライトマスタードライブがあります。これはバックライトをミニ LED にするメリットの一つであるコントラスト性能の向上にリンクする機能で、認知特性プロセッサー XR の精密な映像分析とソニーの培ってきたバックライトの駆動技術によってパネル背面に高密度に敷き詰めたミニ LED バックライトを細かく制御しています。認知特性プロセッサー XR の映像分析技術とミニ LED の融合によって最大限のコントラスト性能を引き出し、鮮烈な輝きと引き締まった深い黒の両立を実現してくれるというわけですね。また本機では XR コントラストブースター15という高画質機能も搭載しています。XR コントラストブースター15では映像の暗い部分の電流を明るい部分に集中させることで最大限まで輝度を高めてくれます。これはバックライトをミニ LED にするメリットの一つである最大輝度の向上にリンクする機能ですね。昨年のモデル X95J では XR コントラストブースター10を搭載していましたが、末尾の数字は暗部の電流を明部に集中させ明るさを高める機能の効果の高さとその精度を表すソニー独自の算出による数値のことなので、本機の方が性能及び精度が高くなっているようです。このミニ LED に関してはほとんどのメーカーが2022年モデルで採用しているので、そこまで特筆した機能じゃないんじゃないと考える方も多そうですが、個人的には画質面を左右する認知特性プロセッサー XR や高精度なバックライト、駆動技術を培ってきたソニーのテレビに搭載されることこそに意義があると個人的には思いますね。いくらハード面の性能が高かったとしてもそれを動かすソフトウェアが未熟では豚に真珠ですからね。その点ではソニーのブラビアはミニ LED の利点を最大限まで活かせるポテンシャルを持っているんじゃないでしょうか。
昨年度モデルから大きく進化した点の2つ目は、小型カメラブラビアカムに対応した点です。これまでのブラビアでもスマートスピーカーを活用したハンズフリー操作やスマホ連携なんかのユーザー体験を重視した UX 機能が豊富に搭載されていましたが、今回もあっと驚くような UX 機能が追加になりました。というのも、ブラビア専用の小型カメラブラビアカムとテレビが連携できるようになったんです。例えばカメラがテレビを視聴している人の位置を把握、その人に最適な画面の明るさ、音響に自動調整してくれます。他にもテレビに向かってジェスチャーをするだけで電源のオンオフやチャンネル切り替えなどをリモコンいらずで操作できたり、 Google Duo を活用したビデオチャットにも対応。設定距離より近い位置で視聴を検知すると画面上にアラートを表示してくれる近すぎアラートという機能まで搭載しています。これはお子さんのいる家庭には嬉しい機能ですよね。単にお子さんの視力低下を防ぐだけではなく、テレビ画面へのいたずらなんかも防止できそうです。このようなカメラ連携機能はありそうでなかった新しい UX 機能で、今後の活用拡大にも期待ができそうです。ただこちらのブラビアカムは全モデルに標準搭載されているわけではなく、標準搭載されているのは有機 EL 最上位モデルの A95K のみのようです。他のモデルで使用するには別途購入が必要で、価格的には約24,000円を予定しているみたいです。昨年度モデルから大きく進化した点の3つ目は、スピーカー増設によりオーディオ性能が向上した点です。ブラビアの液晶モデルでは映像と音が出力される位置を近づけるためにアコースティックマルチオーディオという音響技術を活用しています。昨年のモデル X95J では画面下部に中低音域を担当するミッドレンジスピーカーを2つ、画面上部に高音域を担当するトゥイーターを2つ、画面中央に低音を担当するサブウーファーを1つと、計5つのスピーカーを搭載していましたが、本機からは画面中央に1つしかなかったサブウーファーを2つに増設しているんです。そのためスピーカーの性能を測る指標でもある実用最大出力も 60W にパワーアップしており、迫力のある映画や音楽には欠かせない重低音がより強化されているというわけですね。他のメーカーでは一つのアンプで複数のスピーカーを制御している方式をよく見かけますが、本機では一つ一つのスピーカーを別々のアンプで制御しているので、それぞれのスピーカーに合った制御が可能というわけですね。昨年度モデルから大きく進化した点の4つ目は、全サイズで X アンチリフレクションが採用された点です。昨年のモデル X95J で話題になったテレビの正面から映像を見た際に映り込みを防止してくれる低反射機能 X アンチリフレクションですが、これ昨年度モデルでは65インチのみ非対応だったんですよね。僕は低反射機能なんて必要ないかと思って65インチモデルを購入したんですが、ダウンライトをうっすらつけた状態で映画を見るとやっぱり多少の映り込み気になっちゃうんですよね。これ映画の没入感にも関わってくるところですし、75インチ以上にすればよかったなって少し後悔しました。ただ本機では全サイズこの X アンチリフレクションを採用しているみたいなんですよね。確かにこの機能の有無だけで高いお金を払ってサイズアップするのもバカバカしいですし、全サイズで対応してくれるのはかなり嬉しいですよね。この機能がついているかいないかで結構違うらしくて、海外サイトの情報によると反射レベルが半分以下まで抑えられてるみたいなんで、映画などの映像コンテンツに没入したい人にはかなりおすすめできますよ。それでは続いて液晶テレビ各シリーズの機能比較をしていきたいと思います。各シリーズで搭載されているバックライトやスピーカーの構成も変わってくるので、それぞれに異なる特徴があるというわけですよね。本項目では各シリーズの特徴機能を抑えつつそれぞれの比較をしていきましょう。視聴者の皆さんがどのシリーズに向いているのかの指標にもなると思いますよ。さて今回発表のあった液晶テレビはご覧の5シリーズになります。液晶モデルの最下位シリーズ X80WK については OK Google 〇〇してとテレビに話しかけるだけでテレビの電源オンオフや音量コントロールなどができるハンズフリー音声検索に対応していない点、スタンドの色がシルバーである点のみが一つ上のシリーズ X80K とは異なるポイントになります。ちなみに一つ上の X80K のスタンドの色はマットブラックということで多少高級感の違いがあるようですね。ということで X80WK についてはこの2つしか違いがないので、今回の比較からは除外させていただきます。さて今回はご覧の8項目について比較を行っていきたいと思います。1、画面サイズ。2、搭載プロセッサー。3、使用バックライト。4、画質性能。5、
音質性能。6、設置性。7、HDMI 2.1 対応状況。8、その他機能。まずは画面サイズです。X95K は85インチ、75インチ、65インチの3サイズ展開。X90K は85インチ、75インチ、65インチ、55インチ、50インチの5サイズ展開。X85K については55インチ、50インチ、43インチの3サイズ展開。X80K については75インチ、65インチ、55インチ、50インチ、43インチの5サイズ展開となっています。いや、シリーズ数が多いということもありますが、今年度モデルでは特にサイズ展開の幅が広いですよね。それだけ顧客側の選択肢が増えるというわけですから、このサイズ展開の幅の広さは、好感が持てますね。続いては搭載プロセッサーです。このプロセッサーはテレビの脳みそに当たる部分で、画質面、音質面に大きな影響を与えてくるところでもあります。X95K、X90K には人間の脳みそのように何十万もの要素を横断的に分析することで、人が特に注目する人間の目や仕草などをより強調し、自然な美しさで映像を描き出してくれる認知特性プロセッサー XR が搭載されています。対して X85K、X80K ではブラビアエントリーモデル御用達の HDR-X1 というプロセッサーが搭載されています。画質面、音質面にかなりこだわっている人であれば、認知特性プロセッサー XR が搭載されたシリーズを選ぶことをお勧めしますね。続いては使用バックライトです。X95K に搭載されているバックライトは従来 LED の100分の1程度のサイズでもあるミニ LED で、その他全てのシリーズにおいては従来の LED バックライトとして採用しています。先ほども説明した通り、このバックライトについても画質面を大きく左右する一つのポイントですから、ミニ LED のメリットとミニ LED 搭載シリーズ X95K と従来 LED 搭載シリーズとの差額に対してどれだけ許容できるかが大事になってくると思いますね。続いてはその画質面について比較していきましょう。それぞれのシリーズの画質面を比較した表がこちらになります。その中でも指デジ解像度を 4K 相当に向上する役割を担っているアップコンバート機能と自然な色彩を実現してくれる色表現技術についてわずかな違いがありますが、これはあくまでも XR を搭載しているか、X1 を搭載しているかのプロセッサー性能による違いになります。当然、認知特性プロセッサー XR を搭載している X95K、X90K の方がこちらのアップコンバート技術、色表現技術ははるかに高いと言えます。また、映像の明るい部分と暗い部分のメリハリを向上させてくれる高コントラスト技術に関しても結構な違いがありそうですね。X95K では昨年度モデルからの変更点でも紹介した XR バックライトマスタードライブという今年度モデルから初搭載された技術や、XR コントラストブースター15という画面の輝度を最大限まで向上させてくれる高コントラスト技術が搭載されています。X90K についてはミニ LED は搭載されていないものの、バックライト LED を細かなエリアごとに分割することで当該の映像に合わせてバックライトを部分的に制御することのできる直下型 LED 部分駆動を搭載しています。また X95K にも搭載されていた XR コントラストブースター15の介護官である XR コントラストブースター10も搭載しています。介護官とは言っても、昨年度最上位モデル X95J では同様の XR コントラストブースター10を搭載していたので X95J と同じ機能を持っていそうですね。対して X85K、X80K についてはこれらの高コントラスト技術は搭載されていません。あと多少差がありそうなのが残像低減機能ですかね。動きの激しいスポーツなどを視聴する際に、重要になってくる残像感を抑制してくれる機能になりますが、 X95K、X90K については倍速パネルと XR モーションクラリティを搭載。X85K については倍速パネルとモーションフロー XR240 を搭載。X80K については残像低減機能が非搭載となっています。
X95K、X90K に搭載されている XR モーションクラリティと X85K に搭載されているモーションフロー XR240 とでは画面の明るさに違いが出てくるんですよね。X85K ではその倍速駆動パネルの他にもモーションフロー XR240 を搭載しており、映像の表示時間を毎秒240フレームにするとともに、全ての映像を上下2分割し、交互にバックライトを点滅させることで残像感を低減、疑似的に4倍速を実現しています。ただこの機能、交互にバックライトを点滅させていることから映像が全体的に暗くなるといったデメリットが生じているんです。対して XR モーションクラリティでは認知特性プロセッサー XR が動きの速い部分を予測・検知し、その動きが速い部分だけに LED バックライトの発光制御を施すことで画面全体の明るさを落とさずに残像感を低減することができるため、 X85K に搭載されているモーションフロー XR240 の上位互換と言えるわけですね。またテレビを斜めから見た場合でも綺麗な映像を視聴することが可能な X ワイドアングルと昨年度モデルからの変更点でも紹介したテレビの正面から映像を見た際に映り込みを防止してくれる低反射機能 X アンチリフレクションについては両機能ともに X95K のみに搭載されており、その他のシリーズでは非搭載となっています。ただ X ワイドアングルについては縦の干渉島が見えてしまうという声も多く上がっているので、どうしても気になる方は一度、家電量販店に確認しに行った方がいいかと思います。僕も X ワイドアングルが搭載された X95J を使用していますが、そこまで気にならないかなといった印象ですが、一応参考までに注意喚起しておきますね。続いては音響面です。X95K、X90K では音の定位感を向上させることで映像と音の距離感を縮める効果を持つアコースティックマルチオーディオに対応しています。ただこの2シリーズでは少し違いがあるんですよね。X95K には搭載されているサブウーファーが X90K には搭載されておらず、その代わりに低音から高音までの幅広い音域をカバーしてくれる X バランスドスピーカーというシステムを併用しています。X バランスドスピーカーとは音の歪みを低減する形状の振動板を採用したソニー独自のいわゆるフルレンジスピーカーと言われるものですね。X85K、X80K についてはこちらのX バランスドスピーカーのみ搭載されています。各シリーズのスピーカー構成と実用最大出力を比較したものがこちらになります。X95K では中音域を担当するミッドレンジスピーカーが2つ、高音を担当するトゥイーターが2つ、低音を担当するサブウーファーが2つ搭載の 60W、X90K では高音を担当するトゥイーターが2つ、すべての音域をカバーするフルレンジスピーカーが2つの 30W、X85K と X80K では全ての音域をカバーするフルレンジスピーカーが2つ搭載の 20W となっています。スピーカー構成からも実用最大出力からも最上位モデルの X95K が突出していることがわかりますね。また全シリーズで前後左右に加え高さ方向の音表現も可能にする立体音響規格ドルビーアトムスにも対応しています。X95K、X90K 限定の機能としてはドルビーアトムス以外のコンテンツでも臨場感のある音響空間を体感できるソニー独自の立体音響技術 3D サラウンドアップスケーリングと別売りのホームシアターシステム HT-A9 やサウンドバー HT-A7000 などのセンタースピーカーになるアコースティックセンターシンクがあります。ただアコースティックセンターシンクについては X90K の50インチモデルでは非対応となっているようなので購入を検討している方は注意してください。続いては設置性です。X95K ではスタンドを外側、内側、そしてサウンドバーを画面と重なることなく設置できるサウンドバースタイルの 3way スタンドを採用しています。これならテレビをサイズアップしたがゆえ、テレビ台の大きさが足りなくなったっていう場合でもスタンドを内側にすることで新しいテレビ台を購入する手間が省けますからね。これで助かってる人は結構いると思うんですよね。X90K では50インチモデルを除いた4サイズで通常スタイルとサウンドバースタイルの設置が可能な 2way スタンドを採用しています。X90K の50インチモデルと X85K、X80K ではスタンドを変更することができない通常スタンドのみの使用となっています。続いて HDMI2.1 対応状況です。X95K、X90K、X85K の3シリーズについては 4K120fps、ALLM、VRR、EARC にフル対応しており
4K120fps、ALLM、VRR については入力端子3番4番の2端子で、 EARC については入力端子3番のみで対応しています。 X80K については EARC と ALLM のみの対応で、 ALLM については、入力端子3番4番の2端子で、 EARC については入力端子3番で対応しています。ただプレイステーション5をプレイする際に最適な HDR 調整を自動で行ってくれるオート HDR トーンマッピングや、ゲームや映画などそれぞれの映像に合わせて画質モードを自動で切り替えてくれるコンテンツ連動画質モードについては X80K を含む全てのシリーズでしっかりと搭載しているようです。さすがはプレイステーション5の開発元でもあるソニーのテレビですよね。続いてその他の機能です。同時録画番組数に関しては全シリーズで2番組同時録画が可能で、スマホの画面をテレビに映し出す際に使用する AirPlay 2や Chromecast ビルトインなんかも全シリーズで対応しています。搭載 OS に関しても全シリーズで操作性やコンテンツの豊富さに定評のある Google TV を採用しています。また今回新たに導入されたブラビアカムについても全シリーズで対応していますが、液晶シリーズではカメラの付属はないので、ブラビアカムの機能を活用するには別途カメラを購入する必要があります。ただ昨年度の XR モデルで話題を集めたソニーピクチャーズの最新映画を無料で見ることができるブラビアコアというソニー独自のコンテンツサービスについては、認知特性プロセッサー XR を搭載した X95K、X90K のみの対応のため X85K と X80K では利用することができません。それでは続いて各シリーズの発売時期と予想価格を見ていきましょう。まずは販売時期ですが、 X95K の85インチが8月27日、75インチが9月10日、65インチが9月24日の発売予定で、 X90K の85インチ、75インチが9月24日、65インチが8月13日、55インチが8月6日、50インチが11月19日の発売予定。 X85K は55インチ、50インチが9月24日、43インチが9月10日の発売予定。 X80K の75インチ、65インチ、50インチ、43インチが7月の9日、50インチが9月の24日発売予定となっています。続いては販売予想価格ですが、 X95K の85インチが93万5000円、75インチが79万2000円、65インチが52万8000円、X90K の85インチが50万6000円、75インチが40万7000円、65インチが30万8000円、55インチが27万5000円、50インチが20万9000円、X85K の55インチが20万9000円、50インチが18万7000円、43インチが17万6000円、X80K の75インチが28万6000円、65インチが22万円、55インチが18万1500円、50インチが15万4000円、43インチが13万7500円となっています。最上位モデル X95K の最低価格でもなんと52万8000円ですから、かなり強気の価格設定だなっていうのが、僕個人の第一印象でしょうか。いくらミニ LED が搭載されたとしても有機 EL モデルを狙える価格帯ですからね。ハイエンドモデル帯を好む客層は QD-OLED 搭載の有機 EL に流れてしまうんではないかなと不安になってしまいますね。とはいえソニーの強みは何といってもそのプロセッサー性能の高さにありますから、ミニ LED の利点を最大限活かせるモデルに仕上がってるんじゃないかなと思います。またミニ LED 搭載の X95K 以外のモデルに関しても昨年のモデルからかなり進化したなって感じました。それぞれのモデルにしかない特徴とかもありますので、皆さんの生活スタイルに合ったモデルを見つけて後悔のないテレビ選びをしていただけると僕としても嬉しいです。それでは今後もテレビをはじめとした多くのガジェット、家電を紹介していこうと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。